はいどうもこんにちは、きつねです。さて今日はですね、弓パシャのやり方ということで、説明していきます。まず1本の弓を敵に当てるには大きく分けて3つの動作があります。これをまず解説していきます。まず L2 ボタンを押すと矢をつがえる動作が始まります。これが第一モーションです。この速度を速めるのが矢をつがえる速さということになります。そして弓というのはこの後に R2 ボタンで引き絞りの動作に入ります。ここを速くするのが引き絞りの速さですね。で R2 離して発射と、まず矢をつがえて引き絞って R2 離して発射で、これに第4工程矢をつがえ直す左 L に押し直しという工程を挟みます。その理由は以下の通りで、この左 L につがえる動作、これは押しっぱなしにして1本打った後そのまま押しっぱなしにしていれば自動的につがえる動作に入ってくれるわけなんですね。なので押しっぱなしにしているよという人も多いと思います。ところが一旦 R2 を離して解除してもう一回矢をつがえた方が実は2本目以降は早いんですよ。スローモーションで見てみます。まず L2 ボタンつがえます。 R2 ボタンで引き絞ります。離します。で、矢が出された後の左 L2、こちらをすぐ離します。で、離した後すぐに元に戻し押し込みます。これにより一番最初の一番速い矢のつがいが発動します。グッグッピョングーですかね。タイミングの音の表し方としてはですね、このように一回打ってリセットしてつがえた方が早いんです。で、これを繰り返すと弓パシャになる。実演してみます。打つ。これが弓パシャの正体と。ちなみにこれが左 L2 ボタンを押しっぱなしにした状態の弓の攻撃です。どんだけ引き絞り後に矢を放ってもどうしてもやっぱり弓パシャには毒を呼びますよね。弓パシャの注意点です。引き絞らない方が強いのかというとそんなことはありません。一応検証してみますと、引き絞り全くかけないでなぎなた鬼を攻撃した場合こんな感じの威力ですから、はい、ヘッショとはいえビビたるもんですね。で、マックス引き絞るとものすごい威力なんですね。はい、当たりました。結構3倍ぐらい違います。わかりやすくするため天狗にもやります。まずは引き絞らない状態です。ちょっとビビたるもんですね。ヘッドショットとはいえ引き絞りなしだとこれぐらいの威力です。はい、次に引き絞ってやってみます。目いっぱい引き絞って打ちました。さあ結構食らいましたね。だいたい拡大するとこんな感じです。2倍どころか結構3倍ぐらいの差がありますね。ちなみに天狗に対する秘跡の巻き添えを食った猛虎兵にも引き絞りの効果がきっちり乗って大ダメージを与えています。ですので決して引き絞りが弱いわけではないのです。引き絞ったビルドだと、例えばですけど、こう 36% つけてやってみましょう。はい、1.36 秒ぐらい。2秒ぐらいかかっていたものがこれぐらい速くなるということは強いと思います。引き絞りの速さを重視するというのも当然ありです。ところで、かぐわしい位置をつけると弓パシャはもっと速くなります。で、引き絞っても、あるいは引き絞らなくても、矢1本をヘッショにかました場合にたまる記録は 0.5 なので、早く打って早く打ち常を打つよという方にはやっぱり弓パシャはおすすめですということになります。こんな感じですね。早めに打って早めに打ち常、これが基本パターンです。で、うまくいってる時の弓パシャっていうのはだいたいコントローラーの左指とそれからL2 右指がウェーブを描いているような感じで進んでいます。これを意識して練習してみてください。はい、ってなわけでございまして、今日は視聴者様からのリクエストでした。弓パシャでした。さよなら。